はい、こんにちは、てんぱぱです。今日は、この自作キーボードをやってる時にですね、レイアウト、キーマップのレイアウトを、フラッシュするツールである QMK コンフィギュレーターの使い方というのを画面をお見せしながら、解説していければなと思います。はい、それでは早速ですね、QMK コンフィギュレーター見ていければなと思います。まず流れとしては、全体的な使い方というところをお伝えした上で、注意するべき点とかをですね、お伝えできればなというふうに思ってます。そしたら、開いていただくと、こんな感じの画面になってきます。で、ここでですね、見ていただきたいところで言うと、このキーボードというところと、レイアウトというところがあるかなと思います。で、あと、キーマップのネームという風なところがあるんですけども、この3つのところがまず最初に選ぶべきポイントというところになってます。で、キーボードのところで、今回自分がカスタマイズしたいキーボードを選んでいただくという形になってますので、ずらーっと並んでますから、自分の中で、今回カスタマイズしたいですね、キーボードが登録されているはずなので、そこのキーボードを選んでいただければと思います。で、登録されてない場合には残念ながらこれ使えませんので、違うツールを使ってキーマップを入れていくという形になります。で、今回は、プランクの方の、V7 ですね、バージョン7の方で、一回試してみたいなと思ってます。そしたら、こんな形で、V7 という形になったら、次はレイアウトを選ぶことができます。で、今回これ、オルソで 4×12 っていう形で、ここに表示されてると思うんですけれども、この場合だとスペースバーが1個という形の変なちょっと形になっちゃってるので、ここから、こんな形で選び直すことができます。はい、ここ動いてるのがわかるかなと思いますので、今回自分が設定したいキーマップというのを選んでいただくという形になってます。で、今回私は、スペースバー1個に対して、5個に、左側、右側5個ずつにしたいので、ちょっとこんな感じに、しています。で、そうするとですね、見ていただいたところに NA という形に変わっちゃうので、これは元々のデフォルトのやつとは違う、設定に変わったというところが、見てわかるかなと思いますので、そうすると、これもちょっと Vlog 選びましたけれども、もともとこういうのが設定されて、このままもちろん突っ込めば、そのまま、ここに書かれているキーマップがそのままキーボードで使えるようになるんですけども、先ほどのように、この変えると全部 NA になってくると思うので、そうすると0からちょっと設定していくっていう感じになってきます。で、ここに対して下の方ちょっと行っていただくと、今度はこんな形で A、B、C とか、要はキーボードがですね、並んでるような形になってますので、これをこうドラッグ&ドロップで移動させていって、自分で選ぶことができるという感じになってます。なので基本的な操作としてはこんな形で、自分のキーボードを選び、レイアウトを選び、そして、ここの出てきたキーマップに対して、下からキーコードですね、こうグイグイ、ドラッグ&ドロップで持ち運んでいくという形でやっていくという感じです。はい。で、そしたらですね、今度はこの下にある緑のところを簡単にご説明できればと思うんですけれども、ここは JSON ファイルというですね、キーマップの JSON ファイルをダウンロードする場所になってます。で、例えばこれをですね、今回、設定した後にこれをダウンロードしておくと、次使いたいときに、それを使い回すことができます。例えば私の場合だとここで JSON ファイルをアップロードすることができて、はい、こんな感じで、もともと作った JSON ファイルを選んで開くとですね、ここにアップロードされて反映されるという形になりますので、使い回したいっていう場合に関しては、基本的に使い回すと思うんですけども、作った JSON ファイルとかキーマップに関しては、ここから、ダウンロードしておくというところをお勧めします。で、こちらの雲のマークに関しては URL からインポートするパターンと、あとはこれは、使い方のですね、ヘルプって感じです。で、キーマップレイヤーの印刷っていうのは押していただくと、今回作ったキーマップを、印刷することができますので、印刷して覚えたいとか、あとはこの画面を、キャプチャーしておいて、後々、見返すような形にできるのがここのボタンになってます。で、最後にここがキーボードの入力テストということができるので、今つないでるキーボードの入力テスト、今ちょっと私、プランク EZ つないでるんですけども、こんな形でここが何になってるのかっていう形の、入力テストを行うことができるというのが、こちらのボタンという形になってますので、こんな形で、基本的に多く使うのは、この緑の中だと接続化されてるかというところでの入力テストをするのと、あとは JSON ファイルのアップロード、そしてダウンロードってところはよく使うかなと思いますので、覚えておくと便利なんじゃないかなと思います。はい、そしたらですね、先ほど言ったように、このキーマップを作っていくというところを簡単にちょっと一緒にできればなと思うんですけども、先ほど申し上げたように、基本的にはこれをドラッグ&ドロップしてこう動かしていくという形になりますので、本当にそれは誰でもできるというか、やってもらえればわかるかなと思っています。ここでお伝えしたいことは2つありまして、1つはレイヤーの敷き方、そしてもう1つは、コンビネーションの使い方と、この2つをお伝えできればなというふうに思っています。でまずレイヤーの敷き方なんですけども、ここに左側にレイヤーと書かれているので、最高15個まで敷けるというところが
わかるかなと思います。で、MO2 っていうところがですね、ここですね、クォンタムっていうところの、ここに MO があるので、ここがモメンタリーターンレイヤーオンって書いてあるんですけども、押してる間に関しては、そこのレイヤーに行くというのがこの MO というところなので、もし違う形で、レイヤーを敷きたいという場合は、例えばそれを押したらずっとそこのレイヤーになるとかっていうのは、また違うところでこう探してもらえればあるかなと思いますが、基本的には押してる間は違うレイヤーに移動するってことが多いと思うので、その場合 MO というのを使うと思っていただければと思います。でそうすると MO1 っていう風に書かれている部分に関しては、MO1 に行くというような形になってますので、1に行くとここのキーマップに飛びますし、MO2 に行くとここに行くというような形になってますというので、レイヤーを敷いていくという形になります。はい。で、気をつけていただきたい点としては、この同時押し、例えば MO1 と MO2 を同時押ししたらここに行くみたいな形はですね、この残念ながら QMG コンフィギュレーターのやり方ではできないというのはお伝えできればなと思います。なので、もしやりたい場合には MO1 を押して MO1 のところに来たら、今度ここに MO2 を置いといて、ここを押したら今度はじゃあ3に行くみたいな形にすることで、レイヤーを重ね合わせて、違うレイヤーに飛ぶということをすることでしか、ここでは設定できないというふうに思っていただければと思うので、たまにあるその同時押しすると、ある一つの特定のレイヤーに飛ぶっていうのは QMK コンフィギュレーターにおいてはできないよという形で違う方法を取る必要があるというふうに覚えておいてもらうと混乱しないんじゃないかなと思ってます。そしたらでコンビネーションのお伝えをできればなと思ってます。ここでは2つの使い方お伝えできればなと思ってます。1つはタップしたら何々、ホールドしてる間、押し続けてる間はこれっていうようなところの、使い方っていうのは1つと、もう1つはこれを押したらこれとこれのダブル押しっていう2つの使い方ができるというところが非常に便利です。もちろん他にも使い方あるんですけれども、一旦私が、非常に愛用している使い方っていうのはそのやり方っていうふうに思ってもらえればなと思います。なので、何が言いたいかというと、例えばじゃあここのキーっていうのは何かというと、長押ししてるときはコントロールなんだけど、タップしたらタブっていう形にすることによって、ここにコントロールボタンを押してる、長押しすることで使うような形を僕は知っています。逆にここに関しては、シフトとキャップロックを押すっていう、ダブル押しをしている、ダブルというか、同時押しをしているっていう風なキーを配置してますので、これ Windows の時における、英語と日本語とのこれ切り替えボタンのためにここを使ってたりしてます。あとは、例えばここのキーとかは、シフトとこのキーですね、このボタンを押すことによって、プラスを置くようにしています。はい。なので、通常であればもちろんシフトをして、ここのボタンにこれを押しておけばいいんですけども、このプラスが欲しいという場合に関しては、こんな形でシフトとプラス、ここのキーを配置することによって、このプラスが表示されるようにしたりっていうことをここではしてますので、あとこことかでもですね、これもプラスだし、これはコロンですね。僕は計算機の配置にしているので、ここの部分に関しては、掛け算のやつを置くようにしているという形になってますので、こんな形で使うようにしているというところになります。はい。なので、こんな形でコンビネーションだったりっていうところをうまく使い合わせることによって、普段のキーボードでは同時押しを自分の手でやんなきゃいけなかったことを一つのキータップで、済ませることができるっていうのは非常に便利で、私は非常に対応してますという感じです。はい、でその上でキーコードっていうのをぜひちょっと見ていきたいなと思うんですけれども、基本的にはこの下に書かれているところがドラッグアンドロップでやっていく部分になっています。で、このクォンタムとかキーボードセッティングっていうところは見ていただくと非常に細かい設定できますから見ていただくといいんじゃないかなと思います。で、少しカーソルを上にするとこの下のところにここの部分にですね見ていただければと思うんですけど、何の意味があるのかっていうところが表示されるポップアップが出てくると思いますので、これ見てもらえればこれが何の意味があるのか、例えばこれだとレフトシフトの意味があるんだっていうところと足す何かを入れられるんだっていうところになりますし、ここもさっき MO ってモーメンタリーターンレイヤーオンって書いてあると思うんですけども、ここを見ることによって何の意味があるのか、これもコントロールとシフトとオルトと GUI が押されるのと何かを組み合わせられますよっていうそういうこのボタンなんですけども、ここを下見ていただければ一個一個ちょっとここで説明するというよりは見ていただければ基本的にはわかるかなと思いますので、そんな形で見てもらうといいんじゃないのかなと思ってます。で、1点だけ私がちょっとハマった部分で言うと、ナンバーとかを置きたいときに、ここのナンバーのものを持ってっちゃうと、あまりうまく、私の場合ですけど、うまく作動してなかった形になりました。なので、結果的にここの一番上のここの欄のところをここに置いてるんですけども、多分それはですね、ここが、ナンバーの、ナンバーパッドの使う必要があるので、このナンバーパッドを使ってるという、そのボタンを押さないと使えないような多分設定になっちゃってるんですよ。なので、ここの数字を使うというよりは、ここを使った方がいいのかなと思いますし、あとこの割り算とかに関しても一回使ったんですけど、うまくやっぱ反応しなかったので、
掛け算とかイコールとかに関しても基本的にここのところから取ってきて作ってるという感じになってますので、皆さんもちょっとレイアウトを考えるときには参考にしてもらえるといいのではないかなと思います。はい。そしたらですね、今度はコンパイルの仕方ということでお伝えできればなと思うんですけども、ここのキーマップを決めましたと。これで、あとはキーボードに突っ込みたいですって場合には、このコンパイルというボタンを押していただきます。で、このコンパイルっていうボタンを押すと、今回ここで自分で設定したものを、まずはコンパイルという形で組んでくれます。で、そうするとこのじゃがいもくんが出てきて、ベーキングっていうようなポップが出てきますので、これで待っていただくと、だいたい1分とか、2分とか、ちょっとそれぐらい結構時間かかっちゃう。場合によってはもうちょっとかかったりすると思うんですけども、多分これはどんだけレイヤーを敷いてるかとかっていうところで変わってくると思うんですけど、このベーキングっていうのを出たら、このままちょっと一旦ずっと待っていただいて、このポップアップが消えるまで、少しじっと待つという形でお待ちいただければという感じです。なのでちょっと一旦待ちます。はい。そしたらようやく終わりました。やっぱ時間的には1分から1分30秒ぐらいかかったので、結構、ペーシェントで待つ必要があるという感じです。で、そしたら、コンパイルが完了したらですね、今度このファームウェアというところをダウンロードするようにします。なので、ここが、多分これを押して完了すると押せるようになってるはずなので、ポチッと押して、サイトから離れますかいいですかって出るんですけども、OK にしてダウンロードするという形にします。そうすると、ダウンロードが完了するという感じです。はい、そうすると、bin ファイルというものが出てきますので、この bin ファイルというものを使って、今度コンパイルしていくと、ごめんなさい、キーボードにフラッシュしていくという形になります。で、フラッシュするためには、今度はこのさらに下にあるこの QMK Toolbox というものを入手する必要があるので、これクリックしていただくと、このページに飛んできますので、ここから最新のバージョンの QMK Toolbox をダウンロードしてもらうという形になります。はい、そしたらですね、Toolbox の使い方をお伝えできればなと思うんですけども、Toolbox ダウンロードできたら、アプリケーションを開いていただくと、こんな画面がおそらく出てくるかなと思います。で、そしたらですね、今回コンパイルフラッシュしたいキーボードをつなぐとですね、例えば今回 Vlog をつなげてるんですけど、ドロッププランクって出てくると思うんですね。なので、ここで認識されると、フラッシュができるようになるという形です。で、ここに対して、先ほどダウンロードした bin ファイルをここにドラッグ&ドロップするという形になりますので、ここにダウンロードした bin ファイルをビーッと持っていくと、ドラッグ&ドロップするという形になります。はい、そうするとこんな形で、出ますので、あとはここで、オートフラッシュっていうのを押すと、これオートフラッシュをアネーブルにすると、リセットボタンとか、そのリセットのコマンドをやると、そのまま自動的にフラッシュするような形です。これを押さないと、一回リセットボタンを押すと、ここでフラッシュしますかみたいな形のボタンが出るので、これをフラッシュって押すとフラッシュするっていう形なので、オートフラッシュで基本的にいいと思うんですけれども、はい、オートフラッシュをして、リセットボタンを押すと、コンパイルが始まるという形になってます。で、あとはこれが無事に問題なくフラッシュできれば、コンプリートっていう形に出るので、そうすると、使い始めることができると。はい、そんな形で、QMKコンフィギュレーターと QMK Toolbox を使っていくという形になるんですけども、ここでは注意点をですね、簡単に2つお伝えできればなと思ってます。まず1つ目に関しては、ここにコンフィギュレーターに登録されているキーボードが必ずしも、フラッシュできるわけじゃないというところをお伝えできればなと思ってまして、今回私、このドロップのプランクに関しては問題なくフラッシュできてるんですけれども、KP リパブリックの BM40 に関しては、一回フェールしちゃって失敗してるんですよね。で、結果的にその公式の方から発表している VIA を使ってフラッシュしてるって形になるので、場合によってはここでやって作ってbin ファイルをフラッシュしようとするとエラーが出る場合があるので、その場合には違うやり方を模索する必要があるというところでの注意点があるので、ちょっと必ずしも成功するわけじゃないというところは覚えていただいて、その場合には違う手段を取ろうということで、あまりパニックにならないようにしてもらえればいいのではないかなと思ってます。続いて2つ目です。先ほども言ったように、そのリセットボタンが物理的なリセットボタンのPCB もあれば、何かコマンドというか、このボタンとこのボタン、右下を押すとか左下を押すとかっていうところが多いんですけども、そんな形でボタンを押すと、リセットボタンが効くという形でフラッシュが始まるっていうのがあるので、そこはご自身がお持ちの PCB をどうやってリセットするかっていうのは一度調べていただいてやるのがいいんじゃないかなと思います。ポイントとしては必ずしも物理的なリセットボタンがついているとは限らないよという点は、覚えておいていただくといいのではないかなと思います。はい。そしたらまとめになりますが、今回はですね、この QMK コンフィギュレーターの使い方と、QMK Toolbox の使い方っていうのを簡単にお伝えさせていただきました。基本的には QMK コンフィギュレーターすごく、GUI でデザインも込んでてますし、ドラッグ&ドロップするだけで簡単に作れるので、非常に使い勝手がいい僕はものだなと思っています。ただ、先ほど動画の中でもお伝えしましたけれども、レイヤーキーを2つ押したらどうするとかっていう、すごく細かい設定というか、挙動に関しては、
こではできなかったりとか、あとはキーボードによってはここに登録されてないと使えなかったりっていうのがありますので、そこの部分はですね、また違う手段を用いてコンパイルしていく、フラッシュしていくっていうのがいいのかなと思いますので、使用用途がキーボードによっては限られますけれども、とはいえ非常に適用している、キーボードであればすごく使いやすいツールかなと思いますので、ぜひ皆さんも使っていただければいいんじゃないかなと思ってます。はい。そしたら今日の動画いかがだったでしょうか。QMK コンフィギュレーター、私初めて使った時非常にわからなすぎて、3時間とか4時間とかですね、いろいろ調べながら、英語の動画を見ながら読み解いて使っていったものがあります。で、かつやっぱ昔と今ちょっと若干UI、UX 変わったりするので、そこも混乱して、なんだかんだすごい、ほぼ半日ぐらい使っちゃったんですけれども、今回の動画が皆さんのQMK コンフィギュレーターを使う時の参考になればすごい嬉しいなと思いますし、今後は違うツールでのフラッシュの方法みたいなところをお伝えできればなとも思ってます。またですね、QMK コンフィギュレーターの使い方わからないとかってあれば、ぜひコメント欄とかにお寄せいただければ、回答させていただきますので、ぜひ、使ってみてというところでやってもらえればなと思います。で、本日の動画、もし良かったと、面白かった、ためになったと思っていただいたら、ぜひ、いいねボタン、グッドボタンと、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。今後もですね、こんな形でツールの話、オールストリニアの話、キーボード界隈のことをですね、バンバン発信していきたいなと思いますので、また次の動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。